皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でポッドキャストをお話ししていきたいと思います。はい、今日のお題は自分らしく生きるということ。はい、自分らしい。特に現代では SNS でいろんな人の人生を見られますよね。だからこそ自分と人の人生を比較したりして、この人はすごいな、すごく自分らしさを持っているなって思ったりとか、反対に自分は自分らしく生きられてないな。そもそも自分らしいってなんだろうって悩むタイミングが増えたんじゃないかなって思います。どうでしょうか、皆さん。私はね、そうやって、やっぱり SNS の中の人と自分の人生を比べて、自分らしいって何なんだろうって、すごくね、悩んだ時期がありました。20代だった頃、私は今30代ですが、20代だった頃は、本当に自分らしく生きるって何だろうって、すごく悩んでました。その頃はね、自分らしいっていうのは、自分といえば〇〇みたいな代名詞、代名詞があることだと思ってました。日本人はね、こういうことを何者かになるって表現することが多いです。何者かになる。つまりね、この人は何々ができる人っていう何かのプロとしての名前がある。それが何者かになるっていうもののイメージです。あるいはね、肩書きとも言いますね。私は〇〇のプロですって言える何かがあるっていうことを肩書きがあるって言います。ただね、これは実は未だに私はそういう発想にね、なっちゃうことがあるんですね。でもね、この考え方ってすごく心が苦しくなる考え方だと思うんですね。はい。じゃあ、どうすればいいのかっていうのを私なりに考えてみたので、今回はそういうお話をね、していきたいなと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。自分らしく生きる。自分らしいっていうのは、例えば何かのプロとして生きる。私といえば〇〇っていう何かがある。それを自分らしいだと思っていたっていうのは結構最近まで実は思ってたんですね。例えば昔私は英語が話せる人になりたいって思ってました。で、一生懸命英語を勉強してある程度話せるようにはなりました。でもね、英語がそうやって話せるようになっても、もっとすごい人はいるって考えちゃって、自信を持てないんですよね。だから、私イコール英語が話せる人って自分では言えないんですよ。他にもね、昔私はライターになりたかったんですね。記事を書くライター。で、私はそれも勉強して、実践もして、ライターになりました。ライターとしてご飯が食べられるようになりました。でも、これも同じで、もっとすごい人はいるって考えちゃうから、私イコールライターって、私は自信を持って言えないんですね。私らしいっていうのは、ライターであることって本当に言ってもいいのかなって思っちゃうんですね。ちょっとね、疑問を抱えちゃうんです。そうやってね、悩んでた時に出会ったのが、ジャーナリングなんですね。ジャーナリングって皆さんやってますか？ジャーナリングはね、頭を整理するためにいいとか、目標を達成するためにいいとか、いろいろ言われてますね。で、なんか最近日本でもすごく流行ってるみたいです。はい。で、本当にいろんなね、実績者さんとか、企業の社長さんとか、が、みんなジャーナリングを生活に取り入れてるみたいなんですよ。なので、そんなにいいんだったら私もやってみようって思って、素直にね、
私も取り入れてみることにしました。例えば、ユニクロってありますよね。ユニクロ、日本のアパレルブランド、つまり洋服などのブランドですね。ユニクロは世界的にも有名かなと思います。で、このユニクロの社長さん、柳井社長って言うんですけど、柳井社長もジャーナリングを毎日取り入れてるらしいです。ジャーナリングっていうのは、毎日毎日何かね、自分で決めたことを記録していくこと。日記じゃないです。日記っていうのは起きた出来事を記録することですよね。日記じゃなくて、ジャーナリングは決めた項目を毎日記録して振り返りをするんですね。で、自分の目標達成のためにちゃんと行動ができているかっていうのを確認する。そうやって使う人が多いみたいです。で、柳井社長が毎日書いていることは4つあって、思ったこと、学んだこと、気づいたこと、明日以降どんな毎日にするか。この4点を毎日ジャーナリングしているらしいです。でね、私の場合はこれに加えて目標も書いています。5年後の自分がどうなっているかとか、10年後の自分がどうなっているか。そういうことを具体的に考えて書き出しています。そうするとね、目標が見えてくるんですよね。そのね、目標に向かってちゃんと行動ができているか。そういうことをさっきの4つのポイントに沿って書いていく。私はそういうジャーナリングをしています。はい。でね、そうすることで目標があるから、そこから逆算ができるようになりますね。で、その結果、今日目標に向かって何をしなきゃいけないのか、目標に対して何が足りていないのか、その目標達成のために何が必要なのか、っていうのを考えられるようになるんですよね。はい。大切なのはね、自分にとっての自分らしいとは何かっていうのを考えることかなと思います。自分らしい姿っていう目標を見つけておくこと。反対に、周りから見て何をしている人なのか、自分らしく生きている人なのかっていうふうに考えるのは健康的な考え方じゃないなって思うんですね。つまり、自分らしいを自分で決めていく。自分がいいって思える自分らしい姿を、その目標を自分で決めて、そのために行動をする。それならもっと健康的なね、考え方ができるんじゃないかなと思います。ということで今日は自分らしく生きるってどういうこと?どうすればいいのっていう、そういうお話をね、しました。どうやらね、人が悩む時って目標を達成できない時じゃないらしいんですね。それよりも目標を決められない時、どこに向かって何をすればいいかわからない時に一番悩むらしいんです。だから自分らしく生きるの目標を自分でちゃんと決めてあげること。そのために私はジャーナリングを始めてみました。はい。もしよかったら皆さんもジャーナリング取り入れてみてください。ということで今回の動画は以上です。こういう動画が面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで応援をお願いします。私の動画の台本は私のパトレオンで読むことができます。読み書きの練習がしたい人はぜひ使ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。